はい、すべて中共作症マント用と専門診療生態の件です。動画をご覧いただきましていつもありがとうございます。このチャンネルでは滑り症だとか脊柱管狭窄症のような腰の痛みが出てしまったようなね、状態であったとしても、自分の力で痛みはどうにかできますよっていうお話をしております。今回は腰の痛み、滑り症、骨が滑っちゃいましたなんだけど、原因って結構腕とか肩にありますよと。で、しかもこの肩、背骨の連動にものすごく関わってきます。背骨ってこうに動きますよね。で、この時に猫背だと動きがすごく悪いの分かりますかね。ここが動かないんですよ。胸椎っていう部分。で、これが動かないと腰椎に負担がすごくかかります。これがちゃんと肩甲骨が内側に寄るような状態。そうするとだいぶ楽に動けるようになるんですよ。これ試しにやってみてください。自分でまず普段の状態から体をこうに前後左右に動かしてみる。ひねるだとか動かしてみる。で、そしてこれを猫背にした状態で動かしてみてください。動かしづらくなると思います。特に首なんかそうなんだけど。で、これを手のひらを上に向けて、この脇腹につけた後にぐっと外に広げます。この状態、無理にこうに背中反らないように気をつけながら、これで動いてみてください。結構楽だなと思います。これなんでかっていうと、肩甲骨が外に前に行く猫背の状態って背中についてる筋肉が引っ張ってしまって背骨が連動しないっていう現象が起きやすいっていうのがあります。なので、こうにするとそこがたるむんで背骨動きやすいんですよねっていう割と単純な構造なんですよねと。で、じゃあ、この肩甲骨の動きすごく大事だよねっていうので、この動き、ストレッチとかもすごく大事です。体を柔らかくするって大事なんだけれども、ある程度体が柔らかい人であったとしても、ここの状態で動きが悪くなる人っているんですよ。これなんでかっていうと、動き方が普段からできてないっていう話です。だから、硬い状態の人、猫背の人が柔らかくなりましたって言っても、動き方がちゃんとそれに対応するというか適応する動きじゃないと結局また硬くなってすぐ痛くなりやすいよねもあるし、動き方が不自然なんですよ。柔らかかったとしても慣れてないから。なのでその動きを慣らすためのトレーニングっていうのを今回やってもらいたいなと思います。で、今回やっていただきたいのは空手です。お前何言ってんだと思ったかもしれないけど、空手の今回やってもらいたいのは中段受けっていう相手がパンチしてきましたっていう時に向かってパン。この動きの練習をしてもらいます。これ何の効果があるかっていうと、自分で考えながら腕を動かすっていうのと、それと同時に手を引いたり出したりすることで肩の動きがものすごく良くなります。なので、ストレッチもね、そのうちにね、やってもらいながら、今回はストレッチがある程度できてます。体もまあまあ動くようになったかなっていう人が普段から動かしておいて、運動的な神経をちゃんと慣らしておくと。体の動かし方を練習するという。ね。そういう感じです。前回というかもう少し前かな。骨盤と背骨は連動して動かしましょうっていうのが入れました。これもすごく大事です。これも大事だからこれもやってもらいたいんだけども、今回はこの背骨の動きを連動させるために、この肩、ね、肩周り、腕周りをやってもらいます。ということでやっていきましょう。まず、立ちますと。立った状態で、簡単にこういう動作になります。こういう動作になるので、まずは右手を、左手を前に出します。こんな感じ。そして右手を左の脇の下に入れる感じ。こんな感じにします。そしてここから右手をこういう風に持ってきます。受けですね。で、左手は同時に引きます。で、この時に体と骨盤ごと半身にします。半身っていうのは正面がこっち。真横はここ。この半分くらいの位置。半身っていうね。こういう感じ。この時に別に力なくていいです。拳で力入れなくてもいいです。本当にやるわけじゃないんで。で、こういう動かし方。逆に力入れると肩の動きが悪くなるので、力は抜いておいていいです。なので、まず最初、左手を前に出しながら、右手はこういう、引きます。そして、こっちか。こうですね。
こうですね。こうにして、そして右手で受けを出しながら、左手を引きながら、半身にする。結構難しいでしょ、これだけで。そして、この状態から、今度は右手を下ろして、左手を中に入れます。この時に体を正面に戻します。そして今度は左手で払いながら、受けをしながら、右手を引きながら、体を半身にします。っていう中段受け、体でいう中段外受けっていう、相手がパンチしたら、パンで受けるね。こういう感じだね。これをやってみてください。これ考えながらゆっくりでいいからやってみてください。脳トレにもなります。なので、ね、最初は左手を前に出します。右手は左手の下の、脇というか、ここに置きます。そして右手を払いながら、左手を引きつつ体を左に半身にします。そして今度は右手を下ろしながら左手を右の脇に持ってきます。そしてここから左手で払いながら右手を引きながら右半身にします。これをゆっくりでいいです。こう、こう、こう、こう。わかりますかね？なかなか難しいでしょ。こう、こう。こう、こう。で、背骨と骨盤は一緒に動かすようにしてください。ここで体だけひねっちゃうと結構腰に負担がかかります。なので、こうではなくて、腰の動きはこう。前にやったのが、こういう練習をしましょうね。骨盤をグッて押しながら、上半身を骨盤と一緒にひねるっていうトレーニングをしました。こういう感じ。こういう感じ。これもやっといてください。で、今度はそれの応用として、受けですね。体操にもなります。こういうね。こうにやって、こう。こうにやって、こう。なかなか難しいでしょ。こうです。この時に、引く時に肩は意識してください。肩を意識して引く。で、こういう風に反らないように気をつけてください。っていう腕の動き、肩の動き、骨盤の動き、この連動です。こういうのをやってると、自分が日常的に動くときに、体を振り向けるときに、肩と腰がちゃんと動くようになったりもします。こういう練習ができないと、腰が痛い人って、上半身の遠心力で腰だけ動かそうとしたりだとか、で骨盤の周りが硬いんで骨盤がついてこなくて腰だけ動いて痛くなりがちだったりします。なので、こういう動き方、肩も一緒に動くっていうための運動です。そして考えながらやるので、脳にもいいし、考えながらやるので、ここをどうやって動かすんだっけっていうのにトレーニングになるんですよ。で、こうやって体を動かさないと、考えながら体を動かさないと、まず最初は考えて意識して動かないと無意識に動くようにならないんですよ。なので、体痛いなって、動き方難しいなって言って何もしなければずっとそのまんま。なので、ちゃんと考えて、こうでこうでこうだから、こういう風な動き、今度はこう、次はこう、こうでやって、あれどうだっけな、こうだっけなっていう、その思い出す作業とかもものすごく大事になってくるんですよ、実は。ね、こういうのは脳科学とか脳神経科学とかでも言われてることなので、やってみてください。ね、これ結構難しいので、ね、時間をかけてやってみてください。
で、わからないこと、これが難しかったなとかっていうのがあったらコメントに残しといてみてください。面白いんで。ね。で、それを見た人たちも、あ、自分もそうだったとかっていうのでね、ちょっとそういうのを書いといて残しといてもらえれば面白いかなと思います。はい、それではね、今回はこれでおしまいにしたいと思います。動画をご覧いただきましてありがとうございました。